おはようございます。現在の時刻は朝の11時20分を回りました。もうそろそろで昼ですね。今日はめっちゃあったけえ。めっちゃ天気もいいし。昨日はすげえ寒かった。めっちゃ寒かった。昨日はさすがにね、ちょっと寒かったもんだから、もうようやく、ヒートテックタイツとか、そういう冬物に切り替わりつつあるわけなんですが、ただ今日はですね、もうご覧の通り、めちゃめちゃ天気はいい。快晴です。危ない。あっぶね。いや、あっぶね。今、足、こうやって、引っかかるとこだった。あっぶね。やっぱここっすね。この石が一番座りやすいんで、とりあえずここに座ります。もう前回と同じ場所で今撮影してるんですけど、ここが一番やりやすいですね。なんか動画撮影するときに、なんかやっぱその通行人とか、他の人の目線が気になるっていうわけじゃないけれど、やっぱり、なんかやりづらいなーっていう風に感じるときがあるんですよね。こうやって、カメラをこう自分に向けて、それでカメラに向かって話をしながら歩いてる人って、めったにいないわけだから、まあ、いるっちゃいるけれど、割合少ないです。本当に少ないんで、まあ東京とか大阪に行ったら、多分そういう、スマートフォンとか、そのカメラを使ってね、こうやって、なんか自分にこうやって向けて撮影してる人はいるかもしれないけれど、いや、少数派ですね。めったにいないです。で、しかも場所によっては、動画撮影禁止っていうところもあったりするんで、そこら辺は、ちゃんと確認した方がいいかもしれません。その、撮影する場所、その建物によるけれど。そう。今回、何の話をしようか考えていたんですけれど、撮影するのに最適な場所について考えたいと思います。ラジオ感覚でお聞きください。今までの経験上、都会よりも、地方がやりやすい。要は、郊外だったり、どこかの、その農村部とか、その郡部っていうのかな。なんか周り自然に恵まれている場所であったり、人口の少ない場所の方が、やりやすいんですよね。そもそも人が少なかったり、その通行人がほとんどいない、ほぼ無人に等しい場所の方が、実は動画撮影をしやすいんですよね。その動画撮影における収録を行うってなった時、その都会やその街中であったり、人口の多い場所でやるよりも、こういうその周り誰もいないところでやる方が、実は案外気楽なんですよね。だって、誰も映す人いないし、ね、そこら辺気にする必要もないし、で、これね、まあ、僕はまだ経験したことはないんですけれど、その人によっては、その通行人を映さないでほしいとか、なんか、ね、あまりその写真とか、顔映られたら困るみたいなことを言う人っているじゃないですか。まあね、そこら辺どう考えるか、まあどう感じるかは、それは、まあ人それぞれなんですけれども、で、それで、お前何勝手に、動画撮ってんだよとか、お前何勝手に撮ってるんだよって、それで因縁つけられて、で、それでなんか、いろいろトラブルに巻き込まれる危険性があるわけですよ。で、もう一つ、その建物で撮影する、その建物内で撮影するってなった時、そこの場所が、撮影 OK か、もしくは撮影禁止かどうかをちゃんと確認した方がいいです。その入り口に、写真、または動画撮影禁止っていうところがあったりするんで、なんかそれを無視したりすると、その警備員だったり、または建物を運営している、その管理している側の人に注意される恐れがあるわけですよ。その建物内で撮影する際は許可が必要とか、またはもうそれ以前に動画撮影禁止、そういう風に厳重注意されるか、最悪の場合罰金が捉える危険性もあったりするんで、まあ罰金はさすがにねえか。さすがにそれはないと思いたいけれど、意外とね、建物内での撮影、もしくは、お店の中での動画撮影禁止、その写真撮影禁止っていうところもあったりするんで、そこはちゃんと確認した方がいいです。で、飲食店とか、そのラーメン屋さんとか、まあどこでもそうですけれど、ね、よくほら食べる前にこうやって映す人いるじゃないですか。もうそういったその撮影行為が禁止っていう風にルールを設けているところも
あったりするんですよ。ルール上禁止かどうか、そういったルールを設けてるかどうかは、各そのお店、各建物によって異なるので、そこは、ちゃんと、確認した方がいいと思います。お店の人に聞くなり、そこの建物の従業員に聞くなり、ここら辺は、個々の判断にお任せします。まあそんなところですかね。いや、めっちゃいい天気やな、今日。で、あと、他にですね、神社とかお寺とか、そういう境内で、撮影するのも禁止っていう場所があったりするんですよ。そこで撮影する際には、そこを管理している側の人に許可をもらわないといけなかったりするんで、そこも大変なんですよ。そういった面で、人口の多い都会であったり、街の中心部、特に駅の周辺とか、アーケード街とか、なんかそういう場所で撮影するのって、実は結構難易度が高いんですよね。今までの経験上、すげえやりづれえなって思うことが何度かありまして、まあそれは日本国内に限らず、どこの国でも、その建物内での撮影禁止っていうルールを設けてる場所もあったりするし、通行人によっては、なんかこういうサムズアップ、こういうグッドサインをする人もいれば、こうやってピースしたりとか、あと人によってはちょっとごめん映さないでほしいっていう風に言ってきたりする人もいるんで、そこら辺は注意が必要です。まあそういった面で見ると、都会で撮影するよりも個人的には、そうあくまでも個人的には郊外だったり、もう人口の少ない場所であったり、もう周り誰もいないようなところで撮影する方が難易度が一気に低くなるんですよね。めっちゃやりやすくなるんですよ。だってご覧の通り、今ここに来てね、だいたい30分ぐらい経つんだけれど、通行に誰もいないんですよ。誰も来てないんですよね。うん。この川の近くに来る人ってめったにいないんで、まあもしかしたら犬の散歩とか、なんかそう一人でちょっと休憩しに来てる人とか、なんか散歩してる人がいたとして、たまにここに来る人はそれいるかもしれないけれど、ただ、割合めったにないですね。うわ、眩しい。眩しい。そう。全然いないんですよ、本当。だからそういった面で言ったら、都会よりも実は、地方であったり、農村部とか、ね、そういう、人口の少ない、自然豊かな、環境に、いる人、そういった場所に住んでる人の方が、実は動画撮影、やりやすいんじゃないかなと思うんですよね。なんとなく、そんな気がします。で、あとはですね、室内撮影も、僕めったにやらないんですよ。なんでかっていうと、室内で撮影するってやった時、自分の声が壁とか、いろんなものにこう反響して、聞こえたりするんですよ。なんか、ボワーンとしたような感じの音だったり、なんか、自分の声が、こう、何かに跳ね返って聞こえるような感じの音が響いたりするんで、それがね、ちょっと大変だなと思うんですよ。まあそういう場合は、こういうカメラであったり、スマートフォンに外付けのマイクをつけて、それで収録を行えば、多分それで対処できると思うけれど、またそれを準備するのも、それなりにね、お金かかりますし、音の質が良ければ良くなるほど高くなるんですよね。本当にもう値段が高いんですよ。もう物によっては5万とか10万ぐらいするやつもあったりするんで、さすがにそこまではお金かけれないですね。これについては、以前話した動画でも、以前公開した動画でも、こういった外付けマイクに関する話を扱ってたと思うんだけれど、未だに買ってないんですよね。どれを選べばいいかわからないっていうのが一つと、一度買ったとして、それを長く使い続けるのかなっていう、そういう、まあ不安って言ったらあれだけれど、なんか短期間のうちに手放しちゃうんじゃないかなと思うんですよね。まあそういった面ではあまり、買い物をするときにおける失敗をしたくないっていうか、やっぱね、それなりにお金かかるし、無駄じゃないですか。なんかそういった面で、うわぁ、これ買わなきゃよかった、これミスったな、つってさ、で、一度買ったものって、そんな簡単に取り戻せるわけじゃないし、払った分の金額を、まあ、せいぜい5割か4割ぐらい返ってきたらいいけれど、基本二足三門というか、大して売れないからね。そこがちょっと心配なところではありますね。
メルカリとか、ラクマとか、フリーマーケットアプリというものがあるんだけれど、これめんどくさいんですよね。そういう個人売買における、その出品作業っていうのは何度かやったことはあるんだけれど、やっぱね、めんどくさい。もう本当にめんどくさがりなんで、なんかね、そういう買う直前の、その買うかどうかを検討してる人とのメッセージのやり取りとか、そういうのが、とにかくめんどくさい。そういった面で僕は、たくさん物を持たない方がいいんだなと思って。だから物を管理することであったり、なんか細々とした作業をするのが、意外とね、面倒くさいっていう風に感じる性格なんで、だから、たくさんのものを管理する、それを保管する場所を、設けるとか、そういう後片付けするのが面倒くさい。だから、僕はミニマリストになったっていう感じですかね。そういうミニマリズムな、生活スタイルに切り替えたっていう感じですかね。大体そんなところです。最後に、動画撮影を行う上で、個人的にやりやすいと感じたのは、都会よりも地方がやりやすい。なんとなく、そんな気がしたっていうだけの話です。これ、こんなことを言っていいのかな？これ動画として成立するかどうかわかんないし、こういった話を聞いたところの、それで役に立つかどうかは正直わかんないんですよね。完全にこのチャンネルはもう僕自身のその Vlog という名の生存日記というか動画日記としてやってるだけなんで、完全に自己満足でしかないんですよ。自分がいかに楽しく動画撮影を続けていけるか。もうその目的でやってるようなもんなんで、大抵そんなもんじゃないですかね。人生生きていく上でいかに自分が満足していられるか。どれだけ、楽しく過ごせるか。どれだけ多くのことを経験して、それを自分の中に吸収できるか。それがすごく大切だと思います。なんとなくそんな気はします。しかしめっちゃいい天気やなこれ。ちょっと最後にテスト撮影をしたいんですけれど、一旦このカメラを使って定点撮影を行う際に自分の声がどんな風に聞こえるのかであったり、その画質についてももう一度チェックしてみたいと思います。ちょっと一旦カメラを切り替えたいと思います。今この映像はソニーのミラーレスで撮影しています。光の当たり具合だったり、この空の色合いとか、もしくはその自分の声がどんな風に聞こえてるかどうか、今そのテストを行っているところです。これ内蔵マイクで撮影してるんで、今僕の声がどんな風に聞こえてるのかはちょっとわからないんだけれど、もしかしたらね、雑音とかノイズとか、いろんな音が混じってるかもしれないけれど、そこら辺はご了承ください。そこら辺は多めに見てほしいですね。話を戻しますが、先ほど動画撮影をするときに、都会よりも人口の少ない場所の方が適してるっていう風に話したかもしれないけれど、かといって、そういったその人口の少ない場所へ移動するのも、やっぱり時間と交通費とかいろいろかかるじゃないですか。人口の多い場所で、その都会で撮影するってなった時、唯一対処できる方法としては、同伴者を連れて行くこと。これが一番ですね。同伴者が最強です。同伴者の存在がめちゃめちゃ心強いんで、可能であれば、自分以外のその誰か、例えば、地元の友人、その友達であったり、あとは、会社の同僚でもいいし、その人に、カメラを持って、で、自分が何か話すみたいな感じで、そういう風にやってもいいし、もしくはこうやって自分で、カメラを向けながら、その横に、もう一人、ゲストをお招きしましたとか、今、地元の友人と一緒に歩いてますみたいな感じで、動画を撮影するのも、いいんじゃないかなと思うんですよ。何よりも、その、不審者だと思われずに済む。そういう風に見られなくて済むっていうメリットはあるかもしれないんで、そこら辺は、だいぶ気楽なんじゃないかなって思います。なんといっても、同伴者の存在が一番心強いですね。これが一番ベストな選択なんじゃないかなと思います。ただ、自分の場合は、今とあってはね、もう、友達はもういないっていうか、もう友達は全然いないんでね、残念なことに。高校時代の友達はいたんだけれど、もう今とあっては完全に疎遠しました。昔の友人、今は他人っていう感じで、もう話が全く合わなくなって、もう価値観も全然合わなくなって、もうお互い関心のあることとか、普段、その自分の身の回りにおいて、環境が変わると、普段扱う情報だったり、その関心のある分野とか、もう全然違ってくるじゃないですか。そういうのもあって、社会人になってから、
その10代の頃の友達との関係が続いている人ってかなり少ないと思うんですよね。もう大抵はもう、環境が変わったと同時に疎遠してしまうか、もしくは、そのすれ違いかなんかの影響でね、まあ、どんな事情があるかわかんないけれど、中途半端に言い争いをしてしまったりとか、せっかく久しぶりに会いたいと思って、で、来てみたら、正直言ってこう時間の無駄だったとか、逆に会わなければよかったとか、多分いろいろあると思うんですよね。久しぶりに会ったとしても、その昔の友人に会ったとしても、結局、その時話に出てくるのって、その昔話とか、もうしょうもない、なんか他人のその悪口とか、なんかそういう愚痴っぽい、感じの、そういう話題に繋がってしまうことが多かったりするんですよね。もうそういう話って、時間の無駄ですし、僕もできればそういう話はしたくないし、その聞いている側にとってもあまり気持ち良くないじゃないですか。そういう話はなるべく避けるようにしてる。なるべくしないようにしてるんですよね。まあそれよりも、ここら辺は価値観の問題ですし、考え方の問題ですけれど、お互い、切磋琢磨し合える仲間が欲しいですね。一つの目標があって、目の前にあることを一生懸命取り組むことができる。その中でお互い励まし合えることのできるような、なんかそういう間柄が理想的なんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあそれは、その友人に限らず、まあ家族でもそうだし、その自分と付き合っている、いわゆる恋人っていうんですかね。そういうのもあると思うけれど、どっちが上でどっちが下とか、なんか支配するような感じの、やりとりを続けたところで、そういう風に言ったところで、多分お互いの関係って円満になるところがもうどんどん険悪な方向へと行ってしまうんで、それはやめた方がいいと思います。そういう、なんだろうな、支配的な感じの関係とか、こう束縛するやつとか、そういうのめっちゃ嫌いなんで、なんかそのこともあって僕、割と一人でいる方が好きなんですよね。まあ僕の場合はこうやって、誰もいないような場所を探して、そういうところを見つけては、こうやってカメラを置いて、そのカメラに向かって話す。こういう風にして、撮影する方が、多い気はします。だから楽なんですよね。なんか、この、青空と、もう今日雲が全くないんで、これすっごい綺麗なんですよ。今日本当にもう雲が、あそこにちょっとだけあった。もうほぼ雲がないっていうような、もう晴天日和なんで、なんかこの景色と、この川のせせらぎとか、こういう自然の環境音を交えて撮影するのが割と好きなんですよね。まあこれは好みの問題ですけれど、まあそういうのもあって僕はなるべく外で撮影するようにしています。っていう感じですかね。まあ天気が悪い日に関しては動画撮影をしない、もしくはまあブログを書くとか、まあ僕は一応ブログもやってるんで、まあ興味のある方がいましたら、概要欄にリンクも貼ってありますんで、ぜひ覗いてみてください。で、もう一つ、天気が悪いってなったとして、で、室内でも動画撮影をしたいってなった際は、その時は、まあさっきも言ったように、外付けのマイクを準備して、その状態で撮影する日が来るかもしれません。まあそれはいつになるかわかんないけれど、それはね、自宅で撮影する方がそれは楽だと思うけれど、場所によっては、その壁が薄いとか、もしくは、隣に住む人だったり、その近くに住む人から苦情かなんかを言われたり、その近所迷惑、その騒音トラブルになってしまったりすることがあるんで、やっぱりね、その自宅で撮影するのって、よほどいい環境じゃないと難しいんじゃないかなっていう気はしますね。少なくとも、まあ僕が見た中では、なんとなくそんな気はします。というわけで、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もし今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。うわ、眩しい。